こんにちは、トバログです。今回はね、ちょっとカメラ機材の話なんですけど、最近ね、発表された、発売された α6700、これが欲しいんだよなっていう話をね、していこうかなと思います。α6000 シリーズね、前僕が YouTube 始めたての時にね、使ってたカメラなんですけど、やっぱりね、サイズ感と、このね、見た目のバランス感がめちゃくちゃ好きで、本当にいいカメラだったんですけど、ちょっとね、動画をやっていくうちに、ちょっと機能的に物足りなくなっちゃって、基本的にね、今は自然と α7 シリーズをね、使っているわけですね。だけど今回発表された α6700 は APS-C のね、センサーを搭載している割とね、小型なものではあるんですけど、静止画と動画のね、質感のバランスっていうのがかなり取れてる気がするんですよね。これいよいよフルサイズじゃなくて APS-C のなんかね、コンパクトなサイズ感で、やっていけるんじゃないか、トバログ程度の YouTube だったらやっていけるんじゃないかっていうのがありまして、今回ね、欲しいなーっていう話をしていこうと思います。本当にね、欲しい気持ちめちゃくちゃ高まってるんですけど、ぶっちゃけ言っても APS-C だし、ちょっとね、フルサイズ並みのなんか暗所性能とか、そのボケ感とか、そういうところを考えていくと、現状維持でもいいよなとか思ったり気を失っていましたね。ちょっと動画撮影中に気を失ってしまっていたんですけど、気を失っている間になぜか手元にα6700 がある。うわー、なんでだろう。気づいたらなんか手元にあったので、これはもう本当に仕方がないことなので、ちょっとね、動画撮っていこうと思います。α7-4 と比べて実際どうなのかとか、ここが欲しかったんだよねみたいなポイントをちょっと話していけたら幸いです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速購入してしまったみたいなので開封していきます。このパッケージのサイズ感いいですね。カメラが入ってるとは思えないぐらいのコンパクトさ。これは熱いです。本当にね、α6000 シリーズは個人的にはね、デザイン的にすごい好きなんですよね。このなんか黒一色で結構カメラにしてはミニマルな感じなデザインなので、結構レンズと合わせてもね、かなりコンパクトさというかミニマル感があって好きなんですよね。ギュッとしてる感じ。なんですけど、やっぱ性能的にね、どうしてもフルサイズとかじゃないと10ビットが撮れなかったんですが、この6700シリーズは10ビット撮影ができて、結構動画機としてもね、全然遜色なく使える感じなので購入してしまったわけです。めちゃくちゃ軽い。この佇まい本当に好きですね。サイズとか軽さみたいなところはもちろんなんですけど、なんかこうね、ギュッと詰まったこの四角な感じで収まっているところが個人的にはデザインが好きなポイントです。で、手元にね、今まで僕を撮っていたカメラの α7-4 があるんですけど、やっぱりそれと比べてもね、このブブッと出ているファインダーのところがね、完全にこの中に収まっているので、サイズ的なコンパクトは見た目とかスペック以上にね、手に持った感じ変わるかなと思います。重さもだいたい 150g くらいね、違うみたいですね。これまでは結構動画を撮影するのであれば10ビットで収録したいからこのね、フルサイズ機一択だったんですけど、最近ソニーね FX30 とかもそうですが、この6700もね、10ビット収録ができるようになったので、かなり似たような使い方で、本当に今回使ってみて良さそうであれば置き換えができるんじゃないかっていうね、淡い期待を抱きながら紹介していく形ですね。一応スペック紹介しておくと APS-C のセンサーを搭載しているモデルですね。有効画素数2600万画素で最新の裏面照射型 CMOS センサーを搭載しています。いわゆるフルサイズって言われる 35mm 版のセンサーと比べるとこのぐらいのサイズ差がありますね。4倍ぐらい違うのかな。そんな感じなんですけど、このコンパクトさでも動画撮影 4K60p の 42210ビットで撮影ができる、収録ができるっていうところがやっぱりね、YouTuber としても写真を撮りたいっていう用途としても本当にいい感じのバランスかなと思っています。解像度とかそういうね、収録方式に関してもそうなんですけど、中のね、画像処理エンジンも最新のものが使われているみたいです。で、かつ、AI なんとかみたいなの搭載していて、リアルタイム瞳オートフォーカスとかがすごい効くらしいので、人間だけじゃなくてね、動物とかそういうのにもフォーカスが合わせやすいっていう点がありがたいですね。個人的にね、ソニーのカメラを使う一番の理由がこのね、
オートフォーカスの速さ、正確さなんですけど、それがねかなり今回これで向上しているみたいなので、この辺もねちょっと気になってるポイントでしたね。ワンオペ YouTuber にはね本当に必須の機能っていう感じです。で、重さに関しては交渉だとねバッテリー込みで約 493g ってことなんですけど、今ねバッテリー入ってない状態で 408g です。うわ、バッテリーめちゃくちゃ嬉しい。これ α7 シリーズとかと同じバッテリーだから完全にね使い分けというか併用できますね。これうわ最高。これがねバッテリーの規格違うとめちゃくちゃめんどくさいんですけど、充電器持ってったりとか予備のバッテリーとかこれがね一緒っていうところがやっぱり最高です。でこれを置くと491g というところでほぼほぼ交渉通りですね。 500ml ペットボトルよりも軽いぐらいな感じです。一応ね付属品は今使ったバッテリーと本体と、あとこういう説明書類とちょっとしたベルトが入っているっていう感じです。これなんだろう、これはファインダーを覗くためのやつですね。はい、そんな感じですね。で、これに合わせるレンズも今回ね、ついでに購入しました。フルサイズのレンズをいくつか売って、こちらをね、召喚ですね。1850mm f2.8 のシグマのめっちゃコンパクトな、ズームレンズです。これすごくないですか？ F2.8 なのに、このサイズの箱に収まってるってやばいですよね。もちろんね、性能的なところとかもあると思うんで、後でね、どんな感じなのかちょっと検証していきたいんですけど、見た目が本当に好きすぎて、このレンズを購入してしまいました。ドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥン。おおちっちゃい。2.8 同士だとは思えないぐらいのコンパクトさですね。可愛すぎる。このレンズを合わせたいからこのねα6700 買ったって言っても過言ではないんですよね。ぶっちゃけ解像度で言うと α7-4 でもね全然いけなくはないので、このね組み合わせ本当に最高すぎます。ちょっとつけてみよう。うわこの組み合わせやりたかったんですよね。めちゃくちゃ可愛い。これもう完成されてないですか？佇まいがもう黒一色、黒と白だけでほとんどね完成されていて、このミニマルすぎるスタイル軽っ。いやこれで普段使えたらロマンだな。おお軽い 776g です。めっちゃ軽い。僕がいつも取材する時の組み合わせがこれで、これがね最高峰っていうか個人的には一番ベストマッチなんですけど、だいたい 1545g あるので本当に性能的な話ではないんですが、軽さだけで言うと半分ぐらいっていうこの感じやば。やっぱりね APS-C シリーズのいいところはこのコンパクトなレンズでいつも持ち歩けるっていうところですね。もちろんねちょっと樽型に歪曲しやすいとかそういうのはあるんですけど、最近はねカメラの中のそういう補正がかなり効いてくれるので、なのでそっち側にねその補正を頼る方向でいくと、この軽さこの明るさでこのサイズのレンズができるっていう話をシグマの人がしていました。確かに合理的だわ。もう一つねレンズで言うと、これまでもね Vlog の時にずっと使っていた、買ってよかったものベストバイ上半期とかでも紹介したんですけど F4 投資の1020のレンズがあるんですよ。なので、標準ズームとかはこれでね対応できて、でかつ広角とかで使いたい時はすでにねもう持っていたこのレンズを合わせればこのままこれで動画機として使える感じです。いやめっちゃいい。このレンズ結構ねコンパクトで、α7-4 につけて使ってたんですけど、その時はねすごいちっちゃとか思ってたんですけど、この α6700 と組み合わせるとなかなかちょっと太さとか感じる気がしますね。それぐらいこのシグマのレンズはめっちゃちっちゃいです。でYouTube とか動画用途だと FX30 っていう選択肢もあると思うんですけど、あっちはね結構重たいんですよ。 640g くらいあって、でその代わりね冷却ファンとか搭載しているので、長時間ねこうやって回し続けても熱で落ちないとか、そういうところはね結構魅力的ではあるんですけど、普通にね写真機としても使うのであれば、センサーも同じだし、物撮りとかだとねどうしてもこのファインダーがあった方が使いやすかったりもするし、あと価格的にも20万円以下で購入できるっていうこのね手軽さから、ちょっと今回 α6700 気になってたって感じですね。ち
ちょっとねエモの部分はいろいろ語ってしまったんですけど、カメラ本体も見ていこうと思います。まずやっぱり α6000 シリーズで結構ね変わったなと思うところで言うと、動画の優先順位ですね。前までここ C1、C2 ボタンみたいな感じだったと思うんですが、ここがね録画ボタン割り当てされていて、でちょっと見えるかな、個人的にめっちゃ嬉しいのがこのカメラと動画の切り替えがねここのダイヤルでできるようになった点ですね。これ本当にα7 IV でね使ってみてめっちゃ便利で、この静止画と画像を行ったり来たりみたいなのって外の取材とかだと結構頻繁に行うんですよ。なのでこれがねすぐに切り替えられるようになっているのがめっちゃ便利です。で結構ねグリップ感もめっちゃしっかり深い気がしていて、結構こうやって僕手大きめなんですけど、僕の手ぐらいでこうやって握ってもねなんかこう余す感じがないというか、ちゃんとしっかり握れる感じがありますね。小指がねこうやって出ちゃう問題は、前から抱えてると思うんで、僕はね全然慣れてるんですけど、この深さっていうのは結構ねありがたいところです。しっかりグリップして手ぶれを押さえながら撮影しやすい。でやっぱり嬉しいのがここのね前部分にダイヤルがついてるんですよ。僕の場合だとシャッタースピードをここで動かして、で F 値をねここで動かすっていうのをやってるんで、それがね使い分けできるようになったのはありがたいですね。6000シリーズだとここがねちょっと切り替えめんどくさかったりして割り当てどうしようかな問題あったんですが、ここで気軽にこうやっていじいじできるのがすごい嬉しい点です。で僕はここをぐるぐる回すと ISO 感度を変えられるようにしているので、そのね3つだけとりあえず動かせればなんとかなるかなってところですかね。であとホワイトバランスとかそういう PP 何とかね、そういうシネマティックトーンみたいなのを割り当てたりするようなボタンとかもあって、α7 IV と比べるとこういうねフォーカス位置調整するなんかジョイスティックみたいのがなかったりとか、ボタンがね省略されてる感はあるんですけど、タッチパネルだし僕そんなに使わないので、その辺の操作性は全く問題なさそうな気がしています。でこれ結構嬉しいのが今回よいしょバリアングルです。バリアングルなのでこうやってやれば自撮りする時もすごいね気軽にここで見やすく自撮りができるし、で上部分にねこういうマイクをつけてもちゃんとね画面が見えるっていう点が嬉しいですね。僕の場合 YouTube で、ルームツアーとかカバンの中身撮影する時は腰の位置ぐらいにねカメラを置いてこんな感じでちょっとね相手の目を見ながら喋るので上部分にね画面向けるんですけど、それもねかなりしやすい感じです。であとはいろいろ接続する系はこっちの画面側にありますね。ここちょっと画面が完全に塞がれちゃうから開けっぱなしだとちょっと端っこの方見づらいんじゃないかなっていう問題はあって、実際どうなのかはいろいろ検証してからなんですけど、こんな感じでSD カードは1枚だけさせる感じです。で USB-C のポートとあとマイク入力端子とかマイクロ USB とか出力とかそういうのがある感じですね。これ1枚っていうのは多分ねプロの人からするとちょっと心もとない感じはあると思うんですけど、僕の場合だとアマチュアっていうのもあるし、取材の時はね、別のディスプレイに SSD にね収録するので、ここそもそも1個だけでもねダブルで収録できるからそんなに問題とは感じてないです。この辺はねちょっと賛否あると思うんですけど、SD カードスロットが2つになってサイズがすごい大きくなるよりはいいのかなと思っています。若干気になるところとしてはこの電源のオンオフダイヤルですね。ここに今突起があるんですけど、これって α7 IV とかだとこっち側の電源オンになってる状態の位置なんですよ。なのでちょっとここがなんかちょっと触ってみて気になるところですね。こっち側になってると電源オフになってるっていう感覚になっちゃうので、ここがねさらにこうグイって押し込まれるとちょっと今はね違和感感じます。そのうち慣れる気はするんですけど、若干ここはポイントですかね。でメニュー画面に関しては前のね α6000 シリーズからの買い替えだとちょっとね驚くと思うんですけど、こんな感じで、カメラとか動画とかねそういうのがしっかり分かれてるこういうカラフルなタイプの、メニューになっています。ここでこうやってねいろいろ調整したりですね、前のモデルからの買い替えだと驚くと思うんですが α7 IV とか、FX3 とかを普段使っているとそんなに違和感はないのかなっていう感じです。手ブレ補正もちゃんとねあります。手ブレ補正は今オートになってるんですけど、一応ねアクティブ補正まで動画だとできたはずですね。動画モードにするとスタンダードアクティブっていう感じで、アクティブだとめっちゃクロップされるんですけど、歩きながらのね Vlog もかなりしやすくなるので僕は結構アクティブ好きです。
はい、というわけでいろいろねこの α6700 について触れてみたんですけど、じゃあ実際、撮影にね取り込むとどんな感じなのかっていうのをちょっとねやってみようと思います。今ね僕を撮っているのが α7-4 でちょっとね広角めのレンズをつけてる感じですね。それがどんな感じで変わるのかはい、という感じでね、今全く同じ設定で α6700 に切り替えてみました。どんな感じですかね、色の印象とか、あと多分この辺とかね、暗いんでノイズが乗りやすい感じなのかなと思うんですけど、この辺にね、そんなノイズが入ってないのであれば、普段ね、こうやって撮影する時にメインカメラとなりうるんじゃないかなと思っています。で、ちゃんと目にね、今ピントが合ってる状態なんですけど、こうやって顔を隠すと、こっちにね、ピントが合うっていう、この爆速さ早いめちゃくちゃ早い。いやまだね編集してないんで分かんないんですけど、これでいけたら最高ですね。ちょっとね俯瞰カメラとしても使ってみようと思います。よいしょ。はい、いつものね俯瞰の構図ですね。こんな感じでスマートフォンこういうのですよ、新しいの出ましたねみたいな紹介する時とかにこうやってねいろいろこうパタパタしたりとか、こうやってね近づけて細かいところを見たりとか、そういうのをねやってるんですけど、うわかなり寄れる。このレンズ性能すごい。普段のねこういう手元の撮影の時は結構ね大きめの照明を焚いているので、そんなにね変わんないのかなと思います。問題は多分ね Vlog とか明るさが大きく変化する時ですね。ちょっと Vlog みたいなのも撮っていきます。今ねちょっと外で α6700 と1020のレンズを使って手持ちでねこうやって動画撮っています。全然なんか手ぶれしてる感じがない。さすがやっぱ APS-C 同士のね組み合わせ強いですね。手持ちだとやっぱフルサイズより断然軽い気がする。こんな感じで手で持てるのはめちゃくちゃいいですね。音に関しては内蔵マイクを使っている感じなんですけど、これねピンマイクにしたりとか、あと普通に上にマイクをつけたりして、そういうね使い方もできそうです。手ぶれしなさそう、手ぶれしてなさそうで嬉しい。綺麗です。暑い。エスプレッソコーラにエスプレッソが入ってます。すくまくんです。サーフェスラップトップスタジオ、とりあえずご飯の後のカフェ。夜遊び車だ。夜遊びがペイントしてる。すごい。おお。はい、というわけでちょっとねライトルームを用いて α7-4 と6700どのぐらいボケ感みたいなのが違うのかなみたいなのちょっとね自分用になんですけどテストしてみました。一応ね両方とも同じ設定なんですけど、まずね色の違いはちょっと違う感じなのでちょっとそこは置いておきます。ボケ感ですね。まずボケ味みたいなところについて、レンズの性能の違いがあるので一概には言えないんですけど、同じシグマのレンズで1850、こっちが α6700 で左がα7-4 っていう感じですね。全体的にこのなだらかな感じで後ろが綺麗にボケているけど、こっちだとね α6700 だと結構この格子状のタイルが分かりやすいかなと思います。でレンズをね全く同じ 1850mm にすると α7-4 も6700もねほぼほぼ、ボケの雰囲気とかは同じかなと思います。この辺はなんかセンサーサイズっていうよりはレンズの性能な気がするな、意外と。で両方ともね全く同じレンズ2470をつけています。こんな感じで、ボケの雰囲気やっぱりフルサイズの方がよりねなだらかな感じはするんですけど、それでも6700でも全然、綺麗になっているのかなって感じです。でそれぞれ一応これ F2.8 で F4 で F8 みたいな感じでねいろいろやってみたんですけど、そんなに今回は詳しくはいらないかなっていうところです。
完全にね自分用なんですけど、こんな感じで俯瞰で撮影した時の雰囲気の差ですね。これは両方ともね 1850mm のレンズを使っています。この端っこの方の、文字の読みやすさみたいなところは、6700も普通に綺麗だな。α7-4 の方はねちょっとクロップがされているので若干解像感は落ちると思うんですけど、同じレンズを使ってこんな感じですね。で2470にした場合だとやっぱりレンズの性能な気はするんですけど、こんな感じで端っこの文字も、2470の方が結構ねシャープで綺麗ににじみもなく見えるのかなっていう気がします。で逆に言うと6700でもね同じレンズを使えば、この辺はねほぼほぼ同じ感じになるのかなってところですね。元の素材のね色の違いはあるんですけど、全然6700でも、サムネ用にねこうやって使うとかで全然問題なさそうですね。このぐらいの倍率にしてもこうやって α7-4 と6700比べてみてもどっちがどっちなんだかわからないぐらいのね感じなので、全然サムネとかの解像感とか問題ない気がします。でやっぱりちょっとね個人的に気になるなっていうところだと、暗所のノイズの感じとか、ディティールの雰囲気とかですかね。今6400 ISO6400 なんですけど、ちょっとねこのなんか潰れてる感じがするかなという気がします。こんな感じでちょっとこのシーンはね α7-4 で撮ってないんでどのぐらい差があるかっていうのはねちょっと比較は難しいんですけど、意外と6400でもちょっと厳しい感じがするなっていうのが正直なところですね。普段フルサイズを使っていると、JPEG なんでね一概に言えないんですけど、基本的にはシャッタースピードを落として ISO 感度3200ぐらいまでだったら割と雰囲気的にはすごい使いやすいのかなっていう気がしてますね。これで見るとこの写真は ISO1600 ぐらいなんですけど、これはねすごいなんかパッキリディティールの雰囲気とかもちゃんと出ているので、全然ISO1600 ぐらいだったら問題ない気がします。APS-C の弱みでもあり強みでもあると思うんですけど、ボケ味みたいなのがちょっとね後ろの方がフルサイズと比べても少ないから、こういう暗い場所で料理の写真を撮るとかは結構しやすいのかなっていう気がしました。明るい環境下で ISO をすごい下げて撮ると全然問題ないですね。もうどっちがどっちか分かんないレベル。もう試し撮り的にね自分の部屋をこうやって撮影してるんですけど、こういう撮影に関しても全然問題ない気がします。こんな感じで綺麗に撮れている。めちゃくちゃ簡単に自分用にどのぐらい差があるんだろうっていうのをね試しただけなんですけど、結構ね暗所性能とかはちょっと弱いかなっていう気がします。逆にボケの弱さみたいなところは個人的にはほとんど気にならないですね。むしろ小型で持ち運びやすかったり設置しやすかったりするので、その辺はかなりやっぱりメリットがあるのかなっていう気がします。あとはぶっちゃけボディの性能っていうよりもレンズのね性能の面もすごく大きいので、フルサイズ用のねレンズを α6700 に合わせて使うとか、そういうね使い分けによっても大きく変わる感じがしました。ちょっとねさっき撮影した動画の素材なんですけど、同じね全く同じ撮影をしているので、どのぐらいなんかこう明るさとかそういうの変えやすいのかみたいなのを軽くチェックしてみます。これが α7-4、 こんな感じでグイ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 って伸ばしても結構明るくしても、ノイズの感じとかはほとんど目立たないところですかね。こうやってグイグイグイで暗くしても結構耐えうる。やっぱ10ビットだからめちゃくちゃ綺麗だわ。このしましまが全然出ない感じいいっすね。1400だと同じ感じだけどグイ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 、でも明るさはISO800 だと全然問題ない気がする。ほぼほぼ変わんない気がします。α6400 とα7-4 でグイ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 と、全然大丈夫です。この辺素人レベルだとね全然大丈夫っていうか、ほぼほぼなんか違いがない気がする。むしろちょっと α6700 の方がなんかパッキリと綺麗な印象がありますね。こういう色のいじりやすさとかも全然やっぱ10ビットなんですごい綺麗になだらかに出る気がします。この辺はノイズだけがやっぱり気になるところですかね。もし編集するとしたら明るさとノイズにどのぐらい耐えられるかっていう、そこだけな気がする。ちょっとね気になるところとかだと、これちょっと暗めに撮影しちゃって後からね持ち上げてるんですけど、その場合だと割とここのねなんか
この影のノイズのつぶつぶの乗り具合が結構大きいかなっていう気はします。ここはちょっと編集してて気になるところなんですけど、撮影する時にバッチリ明るさとかを合わせておければそんなに問題じゃないのかなとかは思います。はい、今 ISO800 の状態で α6700 と α7 IV で撮影しています。こんな感じです。全然ね、多分ノイズとかはあんまり乗ってないんじゃないかなと思います。はい、今 ISO800 の状態で α6700 と α7 IV で撮影しています。こんな感じです。全然ね、多分ノイズとかはあんまり乗ってないんじゃないかなと思います。今 ISO1600 の状態で α6700 と α7 IV を撮っています。この辺のあたりとかね、ノイズ目立ってきてますかね。今 ISO1600 の状態で α6700 と α7 IV を撮っています。この辺のあたりとかね、ノイズ目立ってきてますかね。はい、今 ISO2500 ですね。6700のベース ISO 感度が2500だったので、ちょっとノイズが減ってるのかなと思います。こっちはね、7-4ですね。こんな感じ。はい、今 ISO2500 ですね。6700のベース ISO 感度が2500だったので、ちょっとノイズが減ってるのかなと思います。こっちはね、7-4ですね。こんな感じ。はい、今 ISO3200 です。6700と α7-4 のベース ISO 感度が確かこのくらいだった気がします。この辺のノイズのノリどうですかね。はい、今 ISO3200 です。6700と α7-4 のベース ISO 感度が確かこのくらいだった気がします。この辺のノイズのノリどうですかね。はい、今がね ISO6400 です。6700と α7-4 どんな感じのノイズの乗り方ですかね。そんなにまだ大丈夫な感じかなと思います。はい、今がね ISO6400 です。6700と α7-4 どんな感じのノイズの乗り方ですかね。そんなにまだ大丈夫な感じかなと思います。はい、今がね ISO12800 ですね。そろそろだいぶね、なんかノイズが乗ってきてる感じがしますね。6700で7-4っていう感じです。ちょっと変わってきたかな。はい、今がね ISO12800 ですね。そろそろだいぶね、なんかノイズが乗ってきてる感じがしますね。6700で7-4っていう感じです。ちょっと変わってきたかな。はい、今がね ISO25600 です。だいぶこのぐらいになると結構しんどいんじゃないかなと思います。両方とも6700と7-4ですね。はい、今がね ISO25600 です。だいぶこのぐらいになると結構しんどいんじゃないかなと思います。両方とも6700と7-4ですね。はい、今ね ISO32000 です。6700の方僕の設定かもしれないんですけど、動画だとこれがマックス値ですね。でこの辺7-4だったら撮れています。こんな感じです。はい、今ね ISO32000 です。6700の方僕の設定かもしれないんですけど、動画だとこれがマックス値ですね。でこの辺7-4だったら撮れています。こんな感じです。はい、というわけで今回はね α6700 について実際にね、日常生活に置き換えて使ってみたらどんな感じなのっていうところを主にこの α7-4 とね比べてみました。実際ちょっとね、APS-C 機最新のものなので結構期待はしてたんですけど、思ったよりもちょっとね暗所性能はちょっと弱いかなっていう気がしますね。日常でこういう風にね、ガンガン光を焚いて動画を撮るとか写真を撮るっていう場合だとねほぼほぼ問題なく、どっちを使っても同じような感じなんですけど、やっぱりね暗いシーンで Vlog を撮るとか、あとこういう写真を撮りたい、高 ISO にして写真を撮りたいとかになるとちょっとやっぱり自分でね編集しててやっぱノイズが気になるなとかなったりもするので、その辺はねちょっと気になるポイントでしたね。ぶっちゃけ YouTube 上にね動画をアップロードしてしまえばユーザーから見るとねほとんどどっちがどっちだか分かんないと思うんで、完全にね自己満足の世界だとは思うんですけど、その辺このねサイズ感と機動性みたいなのを撮るか、暗所のね綺麗にノイズが乗りにくいセンサーの方を選ぶかで結構ね選ぶ端末変わってくる気がします。まだね1週間ぐらいしか使っていないので、これから年内ぐらいにかけてねどんどんガンガン使っていって、どっちの方が自分にフィットしているのかとかは考えていきたいところですね。噂によると α7C2 みたいなのもね年内に出るみたいな話もあるので、それが出たら結構このレンズのねサイズの差はあるんですけど迷いどころだとは思います。それでもねこのレンズと本体のサイズがめちゃくちゃコンパクトでいつでも持
ち歩けるサイズ感の6700はね、結構アドバンテージはあるかなっていう気がしますね。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。じゃあ次の動画ぜひチャンネル登録と、あといいねボタンもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともログでした。